今日なんですけれども、先日私が公開したこの手裏剣の巻物、この巻物を巻いた手裏剣をいろいろと打って遊んでみようかなと思います。そして最後にちょっと特別な手裏剣が1本あります。それを打とうかなと思います。こちらが先日知り合いにいただいた手裏剣です。先端が太くなっているもので、自分でこれ巻物を巻きました。これと似たものでこういった手裏剣があります。これは六角形。これが昨年いただいたものかな。やはり自分で糸を巻いたんですけれども、この時と最近とでやはりちょっと作り方が違います。これはね、私自身の考え方の変化とかいろいろあってこんな形にだんだんなってきてるんですけれども、それでもね、一個一個すごく丁寧に作ってますので、どちらも非常によく飛んでくれますし、よく刺さってくれます。これとこういった形のものもあります。これはネギ尻を元に細長く改良した手裏剣ですね。この1本はね、すごく特別、私にとってかなり特別な手裏剣です。これも大好きな手裏剣です。こういったものを模して自分で作った手裏剣、自分でいろいろ削りながら試行錯誤したものです。この1本だけは仕上がりが前重心になってます。糸を巻いてそれでもなお先重心前重心になっているもの、非常にね、面白い飛び方をしてくれます。こういったお尻の方が細くなっている手裏剣を打つ場合なんですけれども、私が打つとどうしてもこの滑りが良すぎて抜けが良すぎて狙いよりも上に飛んでいってしまうことが多いんです。そこで私は持ちやすいようにとか保持しやすいためにこうやって巻物を巻いたりしています。まずはこちらの2本からいきます。六角形とそれから先端が八角形の手裏剣ですね。こういった巻物をした手裏剣の場合、自分の好みに合わせて糸を巻いたり中でバランスを調整したりするんですけれども、自分で積極的に手首などを使って手裏剣を倒そうとする動きを使わずに、この手裏剣の持つバランスに任せて自然に手から抜けていく、その意識をいつもよりも少し強く持つようにしています。こちらの手裏剣の方が少し先重心のようです。この手裏剣の場合はね、かなり先がぐっと細くなってますので、畳などに対して非常によく刺さってくれます。刺さり方を見ると先端が落ちるのが少し早いように感じます。続いてこちら行きましょうか。私が大好きな手裏剣、でも好みですけれどもね、よく刺さればやっぱりいい手裏剣だと思ってます。この手裏剣の場合、私もちょっと持ち方を変えたりしてます。あとはその手裏剣によってテーマが違うので、ちょっと好きな右足前にしてみましょうか。非常に打ちやすいです。手作りの3種、一番最後にこの前重心の手裏剣を打ってみます。この辺りの手裏剣は
私もこの巻物の勉強を始めた時に作ったものなんですけれども、何度も糸を巻き直したり、何度も何重に巻いたり、いろんな試行錯誤をしたものです。最後に先重心の手裏剣を打ちます。これがね、非常に面白いんですよ。最初失敗したのかなって思ったんです。これを作った時、一番上が先重心の手裏剣、ものすごく回転しているのが分かりますでしょうか。この先重心の手裏剣なんですけれども、普通は糸を巻いた後、それでもなお先重心にならないんですよ。ならないとは言わないけれども、そこまで本当に先重心にはしないんです。ただし、結果的になっちゃったんです。最初は失敗したと思ったんですけれども、露骨に先重心な手裏剣の場合、どんなにお尻を押さえたとしても回転してくれるんです。なので例えば2剣から3剣とかそれぐらいの距離で思い切り打って、思い切りお尻を押さえて打ったとしても手裏剣が回転してくれる。これはね、使い方によっては武器になるんじゃないか、そう思ってあえて残してたんです。それで結果的にいろいろと手裏剣に慣れてきて、いろんな手裏剣を知っていくうちに、こういう露骨に先重心、どんなに押さえても先が落ちてきてくれる、こういった手裏剣を使うメリットであったりとか使い方、そういったものを教えていただいて、残しててよかったなと思った手裏剣の一つです。今これほとんど押さえずに打ちました。そうするとね、刺さんないんです。もう一回あまり押さえずに打ちます。要は先ほどのように手首をあまり使わずに、そうすると回転しすぎて刺さらないんです。他の手裏剣で立ったまま手裏剣に的に当てて刺さないっていうのをやったことがあるんですけれども、それぐらい強くお尻を押さえてようやくきれいに刺さる、そういった手裏剣です。先重心の手裏剣です。話の谷になんですけれども、これ手裏剣じゃなくて本当は寸鉄なんですが、何も巻いていないものを打ってみましょうか。で、狙いをどうしようかな。狙いをこれにしようかな。この手裏剣を狙います。上にね、抜けてしまうんですよ、これが。ほぼ真上に刺さってますよね。このようにかなり強く上に飛び出してしまいます。でだいぶね、もう冷たくて手がね、もうくっつかないんですよ、親指が。今もうこれ以上手が閉じない。でこれ以上やるとちょっと暴投してしまいそうなので、ちょっとそろそろ終わるんですけど、最後に私にとって特別な手裏剣が1個あります。それを今日はね、打ちたいなと思ってます。こちらの手裏剣、だいぶね、古い手裏剣なんですけれども、先日いただいたものです。本当のことを言うと、ここにあと2.5 センチぐらいこの巻物のビブがあるんですけれども、それがね、ちょっと取れてしまってます。それを今くっつけるか、それとも一旦この巻物を外して、ビブの巻物も外して
本体を取り出して、その上で自分で巻き直すか、好きにしなさいと言われて頂戴をしたものなんですけれども、まずはこの状態でちょっと打ってみようかなと思ってます。本当のことを言うと、この手裏剣を打とうかどうか、打っていいのかなってすごく悩んだんですけれども、私も打ちますよとちゃんとそう言って頂戴をしたので、試してみようかなと思います。ちょっと早速打ってみたいと思います。本来ね、おそらくもうあと 2.5 センチぐらいの巻物があるので、ちょっと感覚は違うと思うんですけれども、違うか、これの場合はこの辺なんですよね。かなり深く刺さるんですね、この形状。ということで、今日は巻物付きの手裏剣をいろいろと打って遊んでみました。私はね、途中話しましたけれども、最初こういった巻物苦手でした。どうしてもね、自分でうまく巻けなかったっていうのもあるんですけれども、こういったものがある理由って何だろうってずっと考えてて、ただやっぱりそれをずっと研究している流派があって、それがこう一つの形になっている以上必ず意味がある。なので、本当にいろいろと調べてちょっとずついろんなことができるようになりました。一口にね、巻物って言ってもその形状であったりとか、そういったものは様々です。ただこういったものを使えるようになると、ただなんでねこういったものが必要かっていうと、やっぱり一つは持ちやすさ、つまり先端を太く前を重く作りたい。そうするとね、持ちにくくなってしまう。なのでこういった持ちやすさのために必要なのかなと漠然と私は思ってます。あと人によっては刀のこしらえのようなものだという方もいらっしゃいます。自分でねいろいろやってるとその気持ちも分かります。最後のこのちょっと特別製の手裏剣、これね本当はねあまり打つもんじゃないのかもしれないですけれども、そのように使いますという話をして頂戴したものなので、ちょっと自分で巻いてみなさいとも言われてるんですけれども、ちょっと今ねそれをどうしようか悩んでるところです。ただね、こういったものも非常にたくさんのことを教えてくれる手裏剣の一つです。こんな形でいろいろと遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことなどありましたらコメント欄の方に書き込んでいただければと思います。対応させていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。